ベルバラファンファンチャンネルです。今回は誕生50周年記念ベルサイユのバラ展ベルバラは永遠に大阪会場開幕記念芸術新潮を紐解きつつ宝塚コーナーの解説を行っていきましょう。2022年11月30日水曜日からいよいよ大阪会場が開幕しました。東京会場からキービジュアルが変わったようです。フライヤーが手に入らなかったので同じ絵柄が使われた電子書籍版第5巻の表紙でごめんなさい。正式なフライヤーは概要欄から公式サイトでご覧くださいませ。ちなみにこの絵柄は1973年週刊マーガレット13号表紙ですね。詳細は50周年アニバーサリーブック24ページをご覧くださいませ。新たなグッズも増えたようです。T シャツ、フーディー、いわゆるパーカーですね。大阪会場のキービジュアルのアクリルボードやアクリルスマホスタンド、130ml のステンレスボトルなどが増えています。ネットニュースで見ましたが、マリー・アントワネットをイメージした1億円のティアラがあるようです。ローアン大司教もびっくり。購入された方にお伺いしてみたいです。身分は地位は平民の私はベルバラショッピングトートオスカルゴールド440円が気になります。私自身は東京会場に行ってきたのですが、その時の行ってきました動画、私が購入したグッズ動画前後編は別動画がございます。画面上部のカードまたは概要欄からご覧いただけますと幸いでございます。さて今回はベルサイユのバラが特集された芸術新潮2022年9月号を紐解くのですが、ちょっとその前に芸術新潮2022年9月号が手に入らない件についてちょっとだけおしゃべりさせてください。芸術新潮2022年9月号でベルサイユのバラが特集されているのは知ってたんですよね。そのうち買おうと悠長なことを思っていて、ふと気づいたら時すでに遅し、すでに入手困難な状況となっておりました。新刊に関しては Amazon、紀ノ国や楽天など大手の書店では軒並み品切れという冷酷な表示、出版元の新潮社のサイトでさえ品切れなので全く手に入らない状態です。古本なら買おうと思えば買えるのですが、価格が高騰しています。定価1500円税込みのところ、2022年12月2日現在 Amazon の中古価格が2820円、他でも定価を大きく上回ったり、そもそも在庫自体がなかったり、恐るべしベルバラ人気。バリバリ平民の私としては定価以上での購入は難しいところでございます。というわけで悲しみに打ちひしがれておりましたところ、ふと思いついて行きつけの図書館で検索をしてみたんですね。なんと申しましょうか、やっぱりと申しましょうか、所蔵されておりました。すぐそこら辺の図書館にあったんですよ。それも発売から1ヶ月以上経っているので貸し出し可能となっておりました。やったぜベイビーというわけで今回は芸術新潮2022年9月号を紐解きつつ、ベルサイユのバラ展2022の宝塚コーナーに焦点を当てていきましょう。さて東京会場では宝塚コーナー入ってすぐの右側の壁一面に宝塚の上演ポスターが貼られていました。芸術新潮2022年9月号71ページによれば、1974年の初演から外伝を除いて宝塚大劇場公演のポスターです。すごい上演数ですよね。壮観でした。ずらーっと並んでいるポスターの数々は宝塚におけるベルサイユのバラの歴史そのものですよね。私自身小学生だったなということを思い出しながらじーっとしました。その向かい側にベルサイユのバラが宝塚歌劇団で上演されるに至った経緯と、初演の演出を担当した映画界の大スター長谷川一夫さんの宝塚で今宵人よの場と呼ばれる場面でオスカル様とアンドレを美しく見せるポーズや視線の工夫などの説明が書かれています。これは宝塚でいう今宵人よの場面の衣装だそうです。今宵人よ、今宵人よ、アンドレ・グランディエの妻にというセリフがあったような気がします。原作では今夜一晩をお前となのでございますけれども、電子書籍版は第8巻90ページをご覧くださいませ。芸術新潮2022年9月号によれば、ここにはオスカル様の部屋のテーブルや椅子なども展示されています。この壁の装飾が貴族の館の雰囲気を醸し出しています。オスカル様のお部屋の壁は柔らかなオフホワイトですね。キャンドル、そしてカーテンのベルベットの質感、金色のモール、テーブル、椅子の重厚感で貴族の部屋にふさわしいインテリアです。椅子の背もたれや座面の図柄が上品ですね。アームチェアなのでオスカル様はゆっくりおくつろぎになれるでしょう。さてこの場面に向かうまでの展開ですけれども、
チュイルリー級広場に向けて7月13日の出動命令がフランス衛兵隊におります。オスカル様は出動だ、進撃の命令ではない、ただのデモンストレーションだろうと言いながらも、度重なるご自身の滑血に自らの行く末を予感していたのでしょう。アンドレを自室に呼び出します。今夜一晩をお前と一緒にアンドレ・グランディエの妻にと告げ、2人が結ばれる場面ですね。ちょっと場面が遡っちゃいますが、テーブルの上をご覧ください。原作の場面は電子書籍第6巻103ページです。テーブルの上にあるガラス瓶は芸術新潮2022年9月号70ページによりますと、毒入りガラス瓶なのだとか。電子書籍第6巻でジェローデルがオスカル様に求婚します。平民のアンドレはオスカル様を心から愛しながらも、自分は平民であり視力も危うくなっている。そんな中、ジャン・ジャック・ルソーのヌーベル・エロイーズ、新エロイーズとも言いますけれども、身分違いの愛が天国で結ばれる話を読んで、死によってしか結ばれない、そんな愛もあると思い詰めてしまいます。そしてオスカル様の部屋に持っていったワインに毒を盛るのです。原作の方ではアンドレはグラスにさらさらと粉薬を入れていますが、宝塚ではすでに毒入りの瓶だったのでしょうか。ちょっとそのあたり記憶が定かではないのですが、覚えている方はコメント欄で教えていただけると嬉しいです。舞台なので粉薬をグラスに入れる動作が客席から判別できないという理由で原作から変えたのかもしれませんけれどもね。いずれにせよ芸術新潮の方では毒入りガラス瓶と見出しがついています。この衣装がどの場面のものなのかは残念ながら芸術新潮2022年9月号に記載はありませんでした。両側にあるシャンシャンについてはフィナーレとオープニングで登場すると書かれております。私の危うい記憶ですけれども、左側のピンクの方がオープニングで使われていて、右側の赤いバラの方がフィナーレでメインの方が持っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、どうでしょうか。違っていたら教えてください。芸術新潮2022年9月号71ページによれば、こういった舞台装置のデザインが書かれたものを道具帳と呼ぶのだそうです。私が写真を撮ったものは2つで、まずオープニングですね。じゃー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 ん、チャッ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 チャララララ。それからオスカル様の部屋です。他にもあったかもしれないですけれども、これは全部は撮ってないです。それから写真はないのですが、こういったケースにそういえば入っていたなということで、デザイン帳も展示されていたようです。衣装のデザインが書かれたものですね。芸術新潮2022年9月号71ページによれば、展示されているデザイン画はアントワネット、オスカル様、アンドレの衣装だそうです。ステファン、これはアントワネットがオーストリアにいた子供時代から大事にしてきた人形です。左側にあるのはステファンのデザイン画です。最初はこんなんだったのですね。左の端っこに見切れているのがパンフレットだと思います。ケースの向こう側にちらっと写真が写っていますね。アントワネットとフェルゼン編のような気もしますが、どうでしょうか。ご存知の方はコメント欄で教えてください。ではステファンの話に戻ります。このステファンはアントワネットが14歳でフランスに嫁いだ時に、レースもリボンも十字架も指輪も下着もすべてフランスのものと取り替えられたわね。私のたった一人の良き友達だったお人形さえ、今日からあなたはフランス王太子のお妃様なのだからと。メルシー伯爵に取り上げられたあれです。芸術新潮2022年9月号70ページでは、メルシー伯爵にもう今日から子供ではありませんと言われたとありますが、全然記憶にないんですよね。別バージョンかもしれません。ただ忘れているだけだとは思いますけれどもね。さてステファンは革命後、メルシー伯爵から幽閉されたアントワネットの手に戻ります。メルシー伯爵が去った後、フェルゼンが人目を忍んでアントワネットの元にやってきて亡命を申し出ます。しかしアントワネットは、母です、どうして子供たちを置いていけるでしょうと断るのです。そして
フェルゼンにステファンを手渡します。まるでこれから断頭台に上がる自分の身代わりとでも言うように。やはりこのステファンは原作にはなく宝塚のオリジナルアイテムのようです。そういえば思い出しましたが、アントワネットが幽閉されていた時にメルシー伯爵の後に宝塚ではフェルゼンがアントワネットに救いの手を差し伸べにやってきますが、原作ではジャルジェ将軍、つまりオスカル様の父上が亡命の申し出をしています。フェルゼンは資金を準備したとジャルジェ将軍が言っています。私の宝塚の記憶は多分初風純さんと大鳥蘭さんのアントワネットとフェルゼン編ではないかと思います。ここは史実はどうであれフェルゼンが来る方がドラマティックで泣けます。原作の方は電子版第9巻179ページ以降をご覧くださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。すでにベルバラ店にいらした方、これから行かれる方、行けなかった方にもお役に立てたら幸いです。チャンネル登録をしておくと便利です。いいねボタン、コメントなどなどお待ちしています。ベルバラファンファンチャンネルでした。ごきげんよう。